ちゃんと私の力で動いてくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は自転車を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、最新技術をうまく使って効率よく進める実用的な乗り物にしてみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは自転車のペダルの代わりとなる動力伝達機構から作ります。こちらはおなじみの円筒状の物体ですね。よし、綺麗な円筒ができました。そしてこの円筒の外側に大きな歯車を追加しましょう。効率よくしっかり噛み合ってくれるように、今回は刃の形状を斜めにするハスバ歯車にします。こうすると現実世界では鉄製の歯車より強く噛み合って音も静かになるそうです。地面との固定をうまく使って綺麗に並べることができました。大きな歯車ができたらタイヤにつながる予定の小さな歯車を作りましょう。さっきの歯車と噛み合うように刃の角度に気をつけました。こちらを大きな歯車と噛み合うように固定したら手で回してみると、問題なく回っています。今度は箸を使って回しましょう。よし、箸でもちゃんと回ってますね。この時かなり大きなプラスチックのぶつかる音がしていますが、音量を調整して小さくしています。そして回転数の方はちゃんとギア比が反映されて、大きなギアが 70rpm くらい、小さなギアが 140rpm くらいでした。これなら私の歩く速度を増幅して高速で移動できそうです。でもこのままだと歯車が傾いてしまいそうなので、両側に歯車をつけて噛み合わせることで安定して回転するようにしましょう。これならどうでしょうか。回転が遅いです。どうやら歯車同士の距離が近すぎて強く噛み合いすぎてしまっているみたいです。そこでもう少しだけ歯車同士の距離を離します。この状態で回してみると、今度はスムーズに回りました。回転数を測っても歯車1セットの時と同じくらいなので問題なさそうです。動力部分はできたので、さらに自転車を作り込んでいきましょう。私が乗りやすくするためのフレームとハンドルを取り付けたら、後ろのギアに固定する大きなタイヤを作っていきます。さっき歯車に使っていたプラスチックのかけらをぐるっと一周貼り付ければ、よし、タイヤができました。こちらを複製して後ろの歯車に取り付けたら、今度は前輪用の小さいタイヤも作って前の方にくっつけましょう。よし、これでとりあえず自転車ができました。4輪なのでほぼ車ですね。平らな地面に持っていって乗ってみると、動いてはいますが、なんだか動作がもっさりしてますね。方向転換しづらいですし、速度も遅いので、私が普通に走った方が速いです。そして、緩やかな上り坂に差し掛かったところで、上りきれずに止まって、押し戻されてしまいました。こうならないように、もう少し改良しましょう。方向転換しやすいように、前輪のステアリングが左右に動くようにした後、後輪も大きすぎたので、もう少し小さいタイヤを作って交換します。よし、今度こそちゃんと走れるんでしょうか。早速乗り込んで動かしてみると、ちゃんと私の力で動いてくれています。
さっきよりもトルクが出ているので、動き出しも軽いですね。後ろにも動けるのが、人力動力のいいところです。そのまましばらく乗って、さっき登れなかった坂道に行くと、よし、なんとか坂道を登っています。そのまま進んで、坂道を登り切った後、下り坂では、いい感じに加速してくれました。さらに進んで、水の中に入ると、自転車が浮かんでしまって、うまく進むことができなくなります。それでも、自転車を斜めにして、地面にタイヤを当てることで、なんとか脱出することができました。そして、旋回性能の方は、前輪が動くおかげで、かなりクイックに方向転換できます。それから、私の視点にして、速度を確認してみると、最高速度は、秒速3メートルくらいと、私の走る速度、秒速5メートルより遅いです。なんとかして、もっと速くするために、後ろのタイヤを外して、歯車の部分で、直接走るようにしましょう。私が前ではなく、後ろに動くと、前に進むようになるのは、ちょっとややこしいですが、効率は良くなりそうです。この状態で乗ってみると、音を立てずに、かなり早く動きました。速度が乗るまで、少し時間がかかりますが、私が走るより、確実に速そうです。でも、前輪とハンドルの部分が、邪魔にしかなっていないので、もっとシンプルにして、さらに効率よくしましょう。こんな感じで、先頭の部分と、横の大きな歯車を残して、他の部分を外したら、私が乗るための筒状の運転席を取り付けます。シンプルすぎる見た目になりましたが、走るにはこれで十分なはずです。早速乗ってみると、ちゃんと動いてくれました。肝心の性能はどうでしょうか。なるだけまっすぐ走ってみると、ぐんぐん加速していって、かなり高速で進んでくれました。私の走る速さより、かなり速いですし、壊れないのがすごいです。そのまま山のふもとまで行って、登ってみると、結構急な坂道なのに、かなりの速さで、ぐいぐい登ってくれています。人力でこれはすごいですね。簡単に山を登りきれてしまいました。そして、山を登りきった後も、かなりの高速で、下り坂を下っても、壊れませんでした。ちょうど目の前に、平地が広がっていたので、カメラの位置を固定して、旋回性能も見てみましょう。速度は若干落ちますが、運転席にホルスターを固定することで、手放しで乗ることもできます。旋回性能は、すぐさま私の体の向きに追従してくれるので、これ以上ないくらい良好です。そのまま乗って、運転を楽しんでいると、石にぶつかって壊れてしまいました。衝撃には弱いですね。そして気になる速度の方は、かなりの加速距離が必要ですが、最高速度は、秒速16メートルほどと、人力にしては、すごい速度です。本物の自転車でも、ここまで出すのは、至難の技じゃないでしょうか。ここで壊れました。それでは最後は、自転車に乗って、なるだけ遠くまで行ってみましょう。燃料も電気もいらない、エコな乗り物なので、かなり長距離を移動することができそうです。結構な距離を進んだところで、崖から落下して、水に入ってしまいました。それでも、普通に持ち上げられるくらい、重量は軽いので、手で持って移動して、水を脱出できました。
わずかに壊れていますが、まだまだ問題なく乗れるので、そのまましばらく進んでいると、おっと、ここで自爆ドローンに捕捉されました。そのまましばらく逃げていましたが、追いつかれて、破壊されてしまいました。自転車の旅もここまでですね。それでは、これ以上走ることはできないので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた自転車さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイバイ。